こんにちは。今回は北海道のバケーションビラマオイク、正確に言うとあっちがヴィンテージのビラの方がマオイクで、私たちが今回泊まるのがこのマオイクコンフォート北欧スタイルのビラなんですけど、こちらを紹介していきたいと思います。結構3月下旬なんですけど、例年は雪が残ってないらしいんですが、昨日も結構吹雪いてて、すごく綺麗な雪景色を見ることができました。ここは夕張町の長沼町ってところにあって、でさっきも ANA の飛行機がすぐ間近に飛んでたんですけど、結構空港近めです。車で20分ぐらいです。もう上から下までなんかすごい下までウィンタースポーツしてそうなんですけど、今回2回目やる予定はございません。一つがヴィンテージ一棟貸し、一つが、北欧スタイルの一棟貸しです。こちらを選んだ理由が、もちろん北欧の家具もすごく素敵なんですけど、それ以上にこのパノラマビューが楽しめる大きな窓の作りで、このもう素晴らしい雪景色を楽しむためにここにしました。今回はこちらに宿泊にしました。じゃあ早速ルームツアーをしていきたいと思います。眩しい。先日紹介した北海道苫小牧市のニドムは期待値ゼロで行ったらホテルの設備が期待を超えていたので紹介をしたんですが、一方で今回紹介するこのマオイクはもともと別荘で買うならこんなビラがいいなという、まさに理想のバケーションハウスのイメージを持って予約をしました。なので期待値はあらかじめとっても高かったのですが、その高い期待値をも大きく上回ってくれたのが今回のマオイクです。投稿にどうしても時差が出てしまうのですが、今回訪問したのは3月末で、例年では雪が溶けているっていうことだったんですが、駆け込みセーフで積雪、あとちょっと吹雪いたりも日中したりはしていたので、雪を楽しむことができました。マオイクに行くのであれば雪景色が一面に見えているのがこのパノラマの部屋を楽しむ上ではいいと思っていたので、ここはいいポイントでした。鍵を開けてすぐにわかるのが家具やアイテムなど小さなところへのこだわりです。入り口には暖炉、中に入ると思い描いていたのより圧倒的に素晴らしい大きな窓と眺望が開けます。ベッドルーム、バスルーム、クローゼットなどはすべて1階と2階にも同じように揃っていて、アメニティもとっても充実しています。化粧水、クレンジングなどはイコというニセコ初の国産ブランドで、タオルなども上質なものを使っていて本当に気持ちが良かったです。あと洗濯機、乾燥機もあります。ここすごくいいね。あとアメニティでシャンプー、コンディショナーは N オーガニックス、ボディーソープは玉の肌でした。1階のバスルームはバスタブがなくシャワーのみだったんですが、レインドロップ式のシャワー付きで個人的には評価高いです。あと2階のバスタブはジャグジー付きでした。2階への階段や2階の部屋の壁がグラスだったり、とにかく空間に壁がなくて全部大きく広く使える雰囲気なのが素晴らしいポイントです。2階のベッドルームもツインなんですが、直接的な窓はないんですが、壁がガラス張りなので朝日も差し込んでくれます。この日はニセコから長沼までドライブしたんですが、途中ミルク工房で買ったシュークリームが美味しかったです。翌日の朝日もですが、夕暮れの時の光の差し込み方がとっても美しかったです。夕食はルームダイニング用として冷蔵庫にピザがあったり、部屋から出ずとも食事は取れるようになっていたんですが、鍋が食べたいということで食材調達をしてきました。近くのスーパーまでは車で10分ほど。ただ確か19時が閉店と閉まるのが早かったです。夜の景色も真っ青で素敵です。
わー。北海道のビラには全部デフォルトであるんだと思いますが、ここも暖炉があったので夜は火をつけて楽しみました。全館空調なのであくまで雰囲気ですね。暖炉の目の前の白い壁にはスクリーンを投影することができて、ネットフリックスも見ることができます。ネットフリックスはだいたい普段2倍速で見るんですが、久しぶりに通常速度で見ました。夕食はエプロン代わりに黒ドレスで料理というかお鍋なので、野菜と肉を鍋に入れるだけで簡単に済ませました。多分スープ食べないのは、先にじゃあでも肉入れますよ。そうなんかちゃんと多分なんかキャベツの中に結構入れるね。ごまほら香りがあるし、うん、ダイエット効果もあるよ。体にいいよ。なるほど。朝日を見ようと思ったのですが、すっかり寝過ごして起きたら見渡す限り白銀の丘でした。まるで起きた瞬間に丘の上に来たグランピングをさらに快適な空間にした感じです。朝食はベーコン、ソーセージと近くのベーカリーのパンがチェックイン時から用意されているので、朝食でなくとも好きなタイミングで食べることができます。卵なども用意されていて、簡単に好きなタイミングで好きなだけ食べられるっていうのが良かったです。あと長沼のロースターで焙煎されたコーヒーだったり紅茶などアメニティなどの小物も含めて地産地消が実践されていて、かつ統一感があってデザイン性にも優れていて、さらに快適というもうベタ褒めなんですが、全て揃っているヴィラだと思いました。光が雪に反射してすごく外に出ると眩しい。はい、ということで今回は北海道のバケーションヴィラマオイクの紹介でした。間違えた。マオイクコンフォートのご紹介でした。